内見動画好きの皆さん、こんにちは。不動産 YouTuber のハッシーです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日は京都府舞鶴市より駅から徒歩3分という近さでありながら、畑仕事や自給自足の暮らしも楽しめるちょっと珍しい田舎物件をご紹介させていただきます。今回の住まいは畑はもちろん離れと蔵もついています。母屋の築年数は不詳ですが、今も定期的に空気の入れ替えなど管理されており、古さはありますが比較的しっかりとした印象です。離れもありますが、正直母屋だけで十分な広さがあるので使わないかも。そしてとにかく今回の物件は駅近で畑があって井戸もあって、田舎暮らしの入り口としてはかなり面白い物件です。しかも最寄り駅の松尾寺駅の駅舎は大正11年開業当時の建物を活用した観光交流施設にもなっていて、ちょっとノスタルジックな雰囲気も楽しめます。気になる販売条件と価格情報はこちらの QR コードを読み込んでいただくか、右上のこちらをクリックしてください。そんなわけで本日は京都府舞鶴市より駅近なのに自給自足生活が楽しめる畑付き田舎物件をご紹介させていただきます。ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。それでは行ってみよう。はい、ということで本日は京都府舞鶴市吉坂というところに来ております。場所としましては、東舞鶴と福井県の間に立つ立地になっております。今回はかなり広いですよ。畑もついております。それでまず外回りのご紹介からしていきたいと思うんですが、まずこちらが前面道路ですね。道路付近はかなり広くてですね、南向きの道路に接続しております。そしてこちらが畑ですね。はい。こちらにですね、高圧電線がかかってて、今電気は通っていないんですが、これをつけておかないと、猿とかイノシシが来て、農作物を全部食べてしまうらしいんですね。どうしても必須ということで囲っておられます。そしてこちら通路部分で敷地に入っていただくような形で、西側にも、こちらはちょっとね、整備はされてないんですが、このように、こちら側にも整備していただけたら畑としてご利用いただける敷地もございます。中に入っていただくと、正面には軽自動車を止めていただけるヨドコの物置スペースがございまして、こちらが畑スペースですね。今は少しね、ちょっと農作物を植えてはおられるみたいなんですが、そして反対側、こちらはね、ちょっとね、草がうっそうと茂っている状態です。敷地としましては、この小屋もついております。中はね、かなり傷んではいるんで、ちょっと今回はご紹介しないですけども、この小屋までついておりまして、こちら側の敷地につきましては、このブロックの内側が教会になっているようですね。後ろには、鳥居があるんですが、もうほとんどね、運営はされてないような感じでお聞きしております。で、これ奥続いてまして、こちら歩いていただけるんですが、草刈りはすごく大変そうですね。で、こちらに小屋があるんですけれども、この小屋は以前は鳥小屋として使っておられたみたいで、鶏を飼ってたそうです。さらに奥に進んでいただくと、この辺はね、ちょっと草刈りが必要なんですが、敷地はこのブロックの内側が今回の大正不動産となっております。続いて南側にこちら、離れがあるんですが、この離れもかなり広くてですね、一つずつご紹介していくと、こちらにもともとトラクターとかをね、置いておられたみたいなんですが、もうすべてね、処分されて、今は必要な分だけが置いてある物置スペースになっております。さらにこちら、広い通路部分がありまして、こちら入っていただくと、こちらは土間スペースで、こちらにもね、農作業されておられたようなものが置いてあったかと思います。さらにこちら、はしごがありまして、上に上がっていただけるんですが、これ結構撮影しながらだと結構怖いんですけど、折れたりしないかな。よいしょ。はい。上はこのように
広いですね。天井高もありまして、立派な梁もたくさん見えて取れます。物置スペースとしてはたくさん物は置いていただけそうな天井裏収納庫になっております。そしてさらにこのお部屋から外に出ることができまして、出ていただくと、先ほどご紹介したお庭スペースに出られるようになっております。さらにこちら、離れスペース、居住部分もありまして、こちら入っていただくと、長い通路が北側にありまして、こちらが約6畳の洋室になっております。天井高は比較的低くてですね、手を伸ばせば手が届くぐらいの高さなので、おそらく2100とか、それぐらいの高さじゃないかなという感じですが、南側からも日差しが入る6畳の洋室スペース。そしてさらに奥には、こちらは6畳の和室になっております。壁は土壁のようですね。こちらも南側から日差しが入るようなお部屋となっておりまして、ここがですね、もともとおばあさんが住んでおられたのか、車椅子だったのか、スロープになってまして、こちらが段になっているんですが、この辺りの床がちょっとやっぱり痩せてきているので、踏むとちょっとへこんでますね。で、こちらがユニットバスがついております。はい。一坪はないタイプですが、ユニットバスになっておりまして、奥にはミニキッチンがついております。さらにその隣には約8畳の和室になっております。こちらについては南側と西側に窓がついておりまして、反対側にはこのように壁一面収納がついております。天井高はちょっと高いような気がしなくはないですが、床も痩せているような感じもなく、あまり手入れのいらない和室がついておりました。ちなみにこの離れについてはトイレがなくてですね、一旦出ていただいて、この母屋のこの外のこの扉、開けていただくと、勝手口かと思いきや、こちらがトイレスペースになっております。なので、あちらの離れについてはトイレがないので、一旦外に出ていただいて、トイレをご利用いただくような動線になっております。さらにこちらがクラスペースになっております。この部分、南側にもちょっとね、まだスペースがあったりするんですが、はい。こちらの蔵をご紹介していきたいと思います。こちらはかなりもう年季が入っているので、基本は、取り壊しメインになりそうなんですが、このように物置スペースついておりまして、その隣につきましては、ちょっと暗いんですが、もともと漬物を置いておられたようなスペースのようですね。さらにこちらにも、ちょっと縦長な物入れスペース、天井高は非常に高くなっております。そしてさらにこちら側ですね。こちら土間スペースになっているんですが、洗濯機とか、そういったものを置いていただけるスペースで、一応こちらに勝手口がありますので、ここから母屋に出入りできるようになっているようです。まだ奥に続いておりまして、こちらが中庭のようなスペースになっております。ちょうどロの字型みたいな形ですかね。真ん中にぽっかりこういうスペースがあるので、どの部屋も日差しが入るような作りになっていますね。洗濯物はこちらに干して使っておられるようです。まだ奥に収納スペースがありまして、こちらもね、はしごがあって上に上がれるようになってるんですが、たくさん荷物は置いていただけそうです。こちらもそうですね。はい、まだちょっと物が残ってますが、壁はもうすべて土壁の蔵になっております。かなり大きいスペースですね。で、こちらもね、もともと農作業をね、されておられて、ここに精米機とかを置いておられたようなんですが、すべて撤去されたようで、ここだけはね、あえて2回上がらさせていただこうと思うんですけども、上がっていただくと、よいしょ。ああ、
このように広いスペースになっておりまして、昔のね、これ入れ物の、なんて言うんでしたっけ、ちょっとお名前忘れちゃったんですが、こういったものもね、ちょっと重すぎて下ろせないみたいなんですが、今のね、入居者様がかなり綺麗に整備していただいてまして、荷物はかなり少なくなっております。プランに関しては以上になりまして、さらにこの北側の敷地のスペースをご紹介していきたいんですが、こちら、ちょっとね、ハスの葉がちょっとこれ浮いてるような感じなんですが、今水は枯れてるんですけども、ここはもともと池だったみたいですね。ここをね、きれいに整備していただいて、水を張っていただければ、以前は鯉などを飼っておられたそうです。さらに、この向こう側にですね、ちょっとうっそうとしている部分があるんですが、ここ実は防空壕だったみたいなんですね。入ったことはないということでお聞きしてるんですけれども、以前はここはね、防空壕として、今も整備すれば中に入ることができそうなんですけども、動物がね、住んでたりとかね、する可能性もありますんでね、以前はなんかタヌキがね、いてたということでお聞きしております。はい、ということで、離れと蔵のご紹介は以上となります。それでは、母屋のご紹介をしていきたいと思うんですが、まだちょっと敷地にご紹介する部分があるので、そちらを紹介していきたいなと思うんですが、こちらは井戸みたいですね。で、実際、これ開けていただくと、ちょっと分かりにくくて恐縮なんですが、水張ってあるんですね。で、この水使えるそうなんですけども、このポンプがですね、故障しているようで、このポンプさえ修理していただければ、水は出るそうです。なので、ポンプさえ直せば、この辺の蛇口ひねっていただくと、井戸の水が出るそうです。さらにこちら、はい、綺麗に手入れされてますね。お庭スペースになっておりまして、こちらに立派な門があります。この門をくぐっていただくと、はい。ここもね、うまく整備していただけば、うまく庭園として使っていただけそうなんですけども、こちらに灯籠が2つありまして、これ灯籠らしいんですよ。お化け灯籠というそうです。で、この石自体が、本来、この上に乗ってたそうなんですけども、地震で落ちたそうなんですね。で、よくあるじゃないですか。この石のバランスで、こう、乗せるみたいな、そういった形のものらしいんですが、ちょっとね、残念ながら落ちてしまったので、これをね、置くには職人さんの手が必要になってくるお化け灯籠があるそうです。こちらもなんかそうみたいですけどね、なんか似たような感じの灯籠のようです。はい。そして北側の教会につきましては、正面に見えます波板の下の部分が教会のようですね。で、こちらが柿の木だそうで、去年は600個ぐらいできたそうです。ご近所の方にお配りされたという、こちらもお化け柿の木と呼んだらいいでしょうか。柿の木が2本ございまして、外側に蛇口があるんですが、これは先ほどの井戸の水を出すための蛇口らしくて、ポンプさえ直せば水は出るそうです。はい。北側はこのようになっております。ちなみに、母屋の床はこのようになっております。昔ながらの作りになっていまして、もう本当にね、このように獣がね、行き来できるような作りになっています。なので、空き家にしておくと、こちらにね、獣が住み着いてしまうということがあるので、はい、早くね、いい形で住んでいただけたらなというふうに思います。それでは、大変お待たせいたしました。気になる室内をご紹介させていただきます。オープン。ああ、めちゃくちゃ広い土間スペースですね。立派な玄関スペースになっております。いや、もうここだけで私の部屋ぐらいありそうな玄関スペースですよ。こちらに、物も置いていただきますし、下駄箱もありまして、こっちからですね、キッチンスペースに入れそうなんですが、まずは、田舎のお住まいといえば、この畳スペースでしょう。うわー、めっちゃ広い。そして、かなり状態がいいんですよ。で、今回はですね、売り主様の方が定期的にお荷物をですね、処分されて、かなり
残地物は少なくなっております。ほぼほぼないと言ってもいいでしょうね。天井高もすごく高くてですね、ほぼほぼ手入れなくご利用いただけそうですね。手前は10畳。はい。さらにこちらが6畳の和室。さらに6畳ということで、全部つなげれば22畳の広さになっております。こちらに縁側もありまして、今ちょっとね、談笑されてますけども、こちらが通路スペースですね。はい。あんまりこう床自体がね、傷んでるとかいうのはあんまり感じないですね。非常に広い畳スペースが広がっております。上を見る限りもね、すごく状態はいいようにも思いますし、畳がね、結構痩せてたりするケースも多いんですが、今回はすごくしっかりしているように感じます。はい。で、こちらが東側の通路スペース、縁側ですね。で、この縁側、後ろをこう通ることができまして、ここがね、若干狭いんですけれども、通っていただくと、こちらがですね、カウンターがついた収納スペースとして使っておられたそうなんですが、ここはもともとトイレだったそうなんですね。で、北側にトイレがあるのが鬼門になるということで、こういう収納スペースにされているんですが、今で言うと、オンラインのね、ズーム部屋みたいな感じで使えそうなスペースと言ってもいいんじゃないかなという感じですね。で、こちらももともとはトイレだったようなんですが、こちらもですね、トイレを外して物置スペースに、はい、改装されておられます。さらにこちら縁側続いておりまして、ここの縁側は、こういうね、絨毯をね、敷き詰めておられるので、外せばフローリングになるかという感じですね。さらにこれ繋がっておりまして、で、こちら、ここのお部屋については4.5畳の和室なんですが、ちょっと傷んでいるような感じがしますね。畳がちょっと焦げているような感じがするんですけども、これは変えていただければ、そんなに問題なくご利用いただけるんじゃないかなという形になっています。はい、天井もこのようになっておりまして、本格和室が広がっております。いや、本当にね、建物の状態は、母屋はめちゃくちゃいいんですよ。お荷物もほとんど出していただいてますんで。で、これさらにね、縁側が続いているんですが、こちらにもう一つ扉があるんですけれども、こちら開けていただくと、これまたね、通路がありまして、で、こっちがちょうどね、南側になるんですね。先ほど、ロの字型になっているということでね、お話しした中庭スペースがありまして、ここから日差しが入るようになっております。こちらのお部屋で約6畳、そしてはしごあるんですけれど、これ後ほどご紹介させていただくとして、さらにこちら、約6畳の和室が広がっております。足して12畳のお部屋がございます。もうここだけでも十分ですよね。はい、これをね、もうお一人で切り盛りされてるんでね、早くいい方にお譲りできたらっていうことでね、うちの方に依頼をいただいたわけなんですが、ここのね、お部屋については、フローリングね、見た感じすごい綺麗なんですけど、ちょっと音聞こえましたかね。ちょっと床がね、痩せてきてるんですよね。なので、ちょっとここは修繕が必要な感じがします。で、このはしごね、せっかくなんで下ろしてあるんで、上がってみると、ああ、すごい、めちゃくちゃ広いですよ。よいしょ。はい、立派な小屋裏収納がついております。天井を見上げていただくとちょっと暗くて恐縮なんですが、立派な梁も通っているような、はい、天井裏収納庫がついておりました。一旦、先ほど廊下を歩いて、元のスペースに戻っていきまして、こちら先ほどご紹介し4.5畳。そして、その奥には、ここで約8畳の和室スペースになっております。はい、ここは掘りごたつのような感じになっているようですね。はい。立派なお部屋が続いております。お荷物もほぼなく、
畳も痩せていることもなく、母屋についてはそんなに手入れはいらないのかなといった形になってまして、こちらがリビングダイニングキッチンですね。12畳ぐらい、もっとあるのかな。広いダイニングキッチンになっておりまして、はい。やはり田舎のお住まいは大家族で住んでおられることも多かったんでしょうね。キッチンはかなり広くなっております。コンロはね、2口のガスコンロになっております。こちらカウンターがあったりとかですね。で、こちらですね、外に出られるようになっておりまして、こちらの扉開けていただくと、先ほどの洗濯機が置いてあったスペースに出られるようになっております。そして外に出ていただいて、こちらが最初に入ってきた玄関の土間スペースにつながっているので、直接こちらからリビングに、ダイニングキッチンですね、に入っていただけるような動線になっております。さらにこちら、引き戸がありまして、こちらはこのお部屋のトイレスペースになっております。そしてそのトイレの横には、こちら、はい、脱衣所、かなり広いですね。これ、カウンターがついているので、ここはお化粧していただくような形で使っておられたカウンターですかね。そして、手洗いがありまして、上は三面鏡タイプですね。はい。横にも荷物が置いていただける、小物は置いていただけるようになっております。で、お風呂につきましては、こちら、約1坪タイプのユニットバスになっております。給湯器につきましては、電気温水器のタイプになっておりました。そして最後が、こちらの片開きの扉なんですけれども、開けていただくと、手前に物入れスペースが2つありまして、その奥にはクローゼットの収納スペース、さらにこちらが約 4.5 畳ほどの洋室になっております。こっちが東側の窓になっておりまして、こちらに南側の小窓がついております。側面につきましては、はめ込みで本棚がついているお部屋がございました。はい、ということでいかがだったでしょうか。本日は京都府舞鶴市より駅から徒歩3分という近さでありながら、畑付きで自給自足の暮らしも楽しめる田舎物件をご紹介させていただきました。母屋については築年数こそ古いですが、今も定期的に空気の入れ替えなど管理されており、多少の手入れは必要なものの、それほど費用がかかるようには感じませんでした。一方で離れや蔵については、そのまま使うにはちょっと厳しい感じなので、物置ぐらいならちょうどいいかもしれません。使い方によっては補修も必要ですが、 DIY や畑仕事が好きな方にはかなり面白い物件ではないでしょうか。また隣接して畑もありますので、野菜作りを楽しんだり、少し自給自足に近い暮らしをしてみたい方にはおすすめです。駅が近く完全な山奥ではないので、田舎暮らし初心者の方にも検討しやすいと思います。ただし市街化調整区域内の物件で下区が畑の土地については、名義変更の際に農地法の許可が必要となります。駅近の田舎物件を探している方、畑付きの家で暮らしてみたい方、古い家を自分好みに手を入れたい方、離れや倉庫を趣味や作業場に使いたい方、この辺りにピンときた方は、ぜひ一度現地まで足をお運びください。そんなわけで本日は、京都府舞鶴市より駅近なのに畑仕事も楽しめる田舎物件をご紹介させていただきました。動画をご視聴いただき、実際に内覧してみたいと思っていただけましたら、こちら。弊社のフリーダイヤルまたは LINE 公式アカウントでお問い合わせください。また地方の空き家物件をお持ちの方で売却したいけどなかなか売れずにお困りの方、ぜひその物件動画でご紹介させてください。特に現在関西方面の田舎暮らしができる物件を募集中です。そのような物件をお持ちの方はぜひ YouTube を見たとお電話ください。遠方の方でもオンラインで対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。最後にご覧いただいてのご感想をコメント欄に、チャンネル登録以上に高評価ボタンを押していただけると次の動画の励みとなりますので、ぜひポチッとよろしくお願いいたします。本日の一句、家広し探す家族が迷子になる。本日もご視聴いただきありがとうございました。